皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこのようなキーケースを編んでみました。このパクパクくんの中に鍵が収納されています。で、ここ紐がつながっているので引っ張っても落ちない作りになっています。これちょっと別で作ったんですけども、私は普段結構鍵大きめのやつを使っているので、しっかりと鍵が入る大きさが欲しかったので、ケースの中は結構大きめに作っています。サイズは長さが約10センチくらい、1周は17センチくらいあります。使用する糸はすべてセリアさんで統一しています。まずはこちら、これを本体にします。スプリンクルですね。スプレー染めのカラフルコットンということでコットン糸です。それから口のところはトロピカルコットン。今回赤使用しますけど、黄色でも可愛いかなと思います。目とリボンのところはニューキララコットン。この白い糸で編んでいきます。糸の太さはね、ちょっとバラバラですけども、かぎ針はだいたい3から6ぐらいな感じで全部編めるかなと思うので、今回は5号で編んでいきます。なので5号針をね使用する糸だったら他の色でもいいかなと思います。では早速編んでいきます。まずは本体の部分から輪の作り目で始めていきます。糸を指に2回2回くるくると巻きつけて、そしてこのように持って一度糸を引き出してきて輪の作り目をします。そして本体はすべて中長編みで編んでいきます。中長編みなので、まずは鎖2目で立ち上がってから輪の中に中長編みを8目編みます。立ち上がりの鎖2目も中長編み1目とみなしますので、まず1目編めて、中長編みはまずかぎ針に糸を一度かけて、それからこの輪の中に針を入れて糸を引き出してきて、この3本かかった状態で全てを引き抜きます。この中長編みをずっと編んでいきます。針に糸をかけて輪の中から出してきて3本を一気に引き抜く。もう一度中長編み1目、同じようにして最後まで8目編んでいきます。8目編めたら真ん中の輪を閉じていきます。最初の糸端を引っ張って、で動いた方の糸をさらにこっちですね、ここを引っ張って穴を閉じます。最後立ち上がりの鎖の2目目のところに引き抜いて、これで1段目が編めました。次2段目。2段目はすべての目に増し目をして中長編みを編んでいきます。鎖編み2目で立ち上がって、でこれが中長編み1目ですね。で同じ目のところにもう1目中長編みを編んで増し目をします。で2目編めたら次隣の目に移ってここですね、中長編みを同じ目に2目編みます。こんな感じにして1周ね、すべての目に増し目をして中長編みを編むので、前段が先ほど8目だったので16目になるように編みます。1周編めたら最初の立ち上がりの2目目のところにまた引き抜いて、これで2段目が編めました。次3段目。3段目は増し目と1目を繰り返して編んでいきます。まずは鎖2目で立ち上がって、でこれが最初の目の中長編みなので、ここはもう終わりで、その隣の目、ここの目に中長編みの増し目をします。増し目をしたので次は1目だけ隣の目に1目編んで、そしてまたその隣に今度はまた増し目をします。
っていう感じで1目と増し目を繰り返しながらまた円を大きくしていきます。この段は1周が24目になります。はい、1周編んできたらまた立ち上がりの鎖の2目めに引き抜いて、これで3段目まで編めました。4段目も増し目をします。4段目は1目1目増し目、1目1目増し目っていう感じでまた8箇所増し目を入れて中長編みを編みます。鎖編み2目で立ち上がって、これ最初の目で隣の目もそのまま1目編んで、で3番目のところに増し目をします。増し目をしたらまた1目1目と編んで、で3番目のところに増し目をします。でこんな感じで8箇所増し目をしていったら、この段では1周が32目になります。なので32目編んでいきます。1周編んだら最初の立ち上がりの鎖の2目めに引き抜いて、これで1周編めました。5段目以降はずっと増減なく中長編みを編んでいきます。そのまま増し目はしないで1周が32目のままですね。32目のままでずっと編んでいきます。9段目まで編めました。そしたら次10段目は口を開けるスペースを作りながら編んでいきます。まずは今まで通り中長編みを増減なく10目編んでいきます。1、2、3、4、10目編んだら、次はここの前段の目を12目飛ばします。でその代わりに鎖編みを12目編みます。1、2、3、4、5、6。鎖を12目編んで、2、4、6、8と11、12。前段の目を12目飛ばして、また中長編みを編みます。残りは全部で10目あると思うので、10目中長編みを編んでいきます。1周編めたら立ち上がりの鎖の2目めに引き抜いて、これで10段目が編めました。次11段目です。11段目も中長編みで増減なく1周を編みます。前段の鎖のところはこの1目ずつを拾いながら、鎖の目を拾いながら中長編みを編みます。で鎖は12目編んでいますので、そのまま中長編みも12目ですね。12目編みます。鎖の部分を編み終わったら、引き続き前段の中長編みのところも1目ずつ拾って残りの10目を編んでいきます。なので1周は32目のままですね。でこれが今11段目ですけれども、また増減なしの中長編みをあと2段編んで13段目まで同じ編み方で編んでいきます。13段目まで編んできました。続けて14、15段目ですけれども、ここでは逆に中長編みの減らし目をしながら編んで丸みを帯びるようにしていきます。14段目は1目1目減らし目、1目1目減らし目っていう感じで編んでいきます。まずは鎖2目で立ち上がって
でこれがまず1目めで、隣の目にもう1目中長編みを編んで、で2目編めたら次3、4番目のところは減らし目をします。まずは1目めのところに未完成の中長編みを編んで、で次4番目のところにもう一度同じように未完成の中長編みを編んで、で今かぎ針に5本糸がかかった状態で、それで全てを一気に引き抜きます。これで中長編みの減らし目です。減らし目したら2目はそのまま1目ずつ中長編みを編んできて、でまた次3、4番目のところに中長編みの減らし目5本かかった状態で引き抜くっていうのを繰り返して編んでいきます。そうすると8箇所減らし目をすることになるので、1周の目が24目に減ります。最後まで編んできたら、また立ち上がりの鎖の2目めに引き抜いて、これで14段目が編めました。次15段目はまず1目編んですぐに減らし目を入れます。1目減らし目、1目減らし目っていう感じで交互に編んでいきます。まず鎖2目で立ち上がって、でこれでもう1目なので、隣の目には中長編みの減らし目をします。減らし目をしたら続けて1目中長編みを編んで、でまたその隣には減らし目をします。っていう感じで編むと、また8箇所ね減らし目を編むことになりますので、1周が今度は16目に減ります。で最後まで編んだら、立ち上がりの鎖の2目めに引き抜いて、でこれで15段目が編めました。次16段目は全ての目を中長編みの減らし目で編みます。中長編みの減らし目をしたいので、立ち上がりは1目で立ち上がって、で次隣の目に中長編みを1目編みます。これで減らし目1で、続いて隣の目に減らし目2で、また減らし目っていう感じで全て減らして、前段16目あったところを8目まで減らします。で1周編んできたら、最後は立ち上がりの鎖じゃなくって、次の中長編みの頭ここに引き抜いて、16段目ですね。だいぶ穴がちっちゃくなってきました。で次17段目で最後なんですけども、最後ちょっと頭のところをお花みたいにねふわふわっとさせようかなと思うので、最後は細編みと鎖編みで編んでいきます。もしこのふわふわいらないよっていう場合は、そのままもう閉じ針で穴を閉じてしまってキュッてしてもシンプルでいいかなと思います。鎖編み1目で立ち上がって、最初の目のところにまずは細編みを1目編みます。細編み1目編んだら、今度は鎖編みを5目編んで、で隣の目にまた細編みを1目編みます。そしたら続けてまた鎖編みを5目編んで、隣の目に細編みを編みますっていうのを繰り返していきます。前段の目はね8目になっていると思うので、
8箇所を同じようにして編みます。最後鎖編みを編んだら、次はもう目がないので最初のね細編みの頭に引き抜いて、これで一周編んできました。花びらみたいな鎖の輪っかができていると思います。これでもう一度だけ引き抜いておいて、本体の部分はこれで編み終わりです。でこのままだとちょっと穴がまだ開いているので、一旦糸を切ってとじ針で穴を閉じていきます。先ほどの鎖の輪っかのところをちょっとジグザグと拾って寄っていって、そしてキュッと絞っていきます。後でこの穴の中に紐を通しますので、多少は穴が開いている方がいいかなと思います。こんな感じで糸始末をしてしまって、はい、これで本体ができました。続けて口のところを編んでいきます。新しく糸を持ってきて、この周りの目をね一周拾っていくんですけれど、最初の目はこれが最後の中長編みなので、ここですね、この目から、そして引き抜いて、でここから立ち上がって細編みを編んでいきます。まず1目目細編みを1目、細編みは増減なくですね。この口を作るために目を12目飛ばしていたので、細編みもまずは12目編みます。最後12目目、まず下の段に12目編んだら、次横ですね、サイドのところは、中長編みがありますので、この中長編みの目を割って、ここには細編みを2目編みます。2目編んだら、今度は上の目ですね、鎖で作り目をしたこの12目の目を拾って、また細編みを12目編んでいきます。1、2、3、上のとこも12目編んできたら、また横ですね、サイドの中長編みを割って細編みを2目編みます。1周編めたら最初の細編みの頭に引き抜きます。これで1周です。1周がだから12目2目12目2目、全部で1周が28目になっています。次口の2段目以降もここの上下の12目は変わらずに、サイドのさっき拾った2目のところにだけ増し目をしながら編んでいきます。なので鎖で立ち上がって、まずは12目はそのまま細編みを編んでいって、そしてサイドのところ、前段で2目細編みを編んでいるんですけども、この2目の両方ともに増し目をして2目を4目に増やします。そしたらまた次上のところはそのまま12目編んでいって、でサイドのところ、ここの2目は増し目を両方して4目にします。これで1周なので、また最初の細編みの頭に引き抜いて、でこれで口の2段目ですね。
次3段目も同様に12箇所また増減なく細編みを編みます。3、4で、また側面のところはすべての目4目すべてに増し目をしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、4目を8目にしています。続けて上の12目はそのまま増し目をせずに12目のまま編んでいきます。そして最後4目あるところはまたすべての目に増し目をして8目に増やします。で最後細編みの頭に引き抜いて、これで1周編めました。次口の4段目は増し目をしないでそのまま細編みをずっと1周編んでいきます。1周の目は上下に12目と両サイドに増し目をして8目になっている細編みがあるので全部で40目になります。1周編んでくるとこんな感じ。次の段で口は最後です。また同じように12目まずは細編みを編んでいって横のサイドのところは増し目をして8目になっていたんですけども、今度は逆に減らし目をしてまた4目に減らします。4回細編みの減らし目をしていきます。1、2、4回減らしてで上の部分は12目のまま編んでいって最後の8目はすべて細編みの減らし目をしていきます。1、2、そして最初の細編みの頭に引き抜いてでこれで終わりなのでもう一回キュッてしておいて糸をカットします。でこの口はくるっとこっち側に返すので糸始末はこの表の面でしていった方がいいですね。これを半分くらいひっくり返したらそして鍵をつけるチェーンを編みます。どの色の糸でもいいんですけども今回は赤で鎖編みを編んでいきます。鎖編みは50目今回は50目編みます。50目でだいたい27センチくらいですね。そしたらこの鎖編みを最初の目のところに引き抜いてしまって、輪っかの形にしておきます。一旦切ってそしてこの先端に今回はリボンを作っていきます。リボンは輪の作り目から始めます。まずは鎖編みを4目編みます。1、2、3、4目。4目編んだら次はこの輪っかの中に長々編みを編んでいきます。長々編みは長編みよりさらに1目多い長さなんですけれども、この針に長編みは1回のところを2回糸をかけてから輪の中に針を入れて糸を引き出してきます。そして長編みと同じように2目ずつ糸を抜いていきます。まず2目抜いたらあと3目残っているんですけどまた2目抜いて
そして最後にもう一度やって3回ですね。3回引き出してきます。これが長々編みです。この長々編みを5目編んでいきます。3、4、5、5目編んだらまた鎖編みを4目編んで、そして輪の中に一度引き抜きます。これがリボンの片側です。もう片方も同様にして編んでいきます。鎖4目で立ち上がって長々編みを5目編んで、最後鎖4目編んで輪に引き抜く。はい、でこれを真ん中の輪をキュッと寄せて寄せて穴をなくしていって、こんな感じのリボンができます。少し長めにカットして、このままだとちょっと薄いので同じものをあと1枚作って両面にして二重にしようと思います。でその間に先ほど作ったこのチェーンを挟んでいきます。グルーガンとかボンドで留めてもいいんですけど、紐同士なので結んじゃおうかな。で余分なところはカットして、念のためちょっとだけボンドをつけておいて、この余った糸で真ん中のところをちょっときつめにくるくると巻いていって、で最後に周りを縫い閉じていきます。こんな感じ。目はこちらもねセリアさんで買ったんですけど、目ボタンとリボンと同じ白い糸でこんな感じに編んでいきます。輪の作り目をして、この輪の中に細編みを8目編みます。鎖編み1目で立ち上がって細編みを8、8目編んだら糸端を引っ張って真ん中の輪を閉じていくんですけれど、この穴の真ん中のところに目ボタンの突起のところを入れちゃいたいなと思うので、あんまり穴は閉じすぎずにある程度閉じておきます。こんな感じでね。そして最初の細編みの頭に引き抜いて、これで、目のパーツが編めましたので、少し長めに切っておいて、こんな感じですね。真ん中にある最初の糸端で目ボタンをつけていきます。この状態で目をお好きな位置に縫い付けていって、そして最後ですね、この穴の中にさっき作ったこの糸を通していきます。でこの先端に鍵をつけたら、はい、これで完成です。ぜひ参考に編んでいただけたら嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。